斜め右方向です。喋り出した。はい、今日はですね、自然いっぱいの台東の街を自転車でちょっとブラブラと回ってみたいと思います。800メートルに下りです。斜め右方向ですって言えへんかった？こんなね、自転車専用道路がありました。右側を走らなあかんと思って道路の向こう側走ってたんですけど、すごい広い自転車道路が整備されていました。そして Google は嘘ばっかり言ってまともに行けないですね。はい、やってきたのは台東市民の憩いの場、台東森林公園です。いやー、すっごい綺麗な公園ですね。はい、森林公園にやってまいりました。公園の中を散歩していると轟音が聞こえてきました。何の音かなと思って見上げると、戦闘機がすごく低空を飛んできました。後で地図で見るとね、隣が空軍基地でした。いやー、ご苦労様です。あの国に乗っ取られないようにね、国を守ってくださいね。琵琶湖。この台東森林公園は避難渓河口に位置する国家認定の湿地帯です。台東の町の半分を占めるんじゃないかというこの広大な公園は、森林、湖、河口、湿地帯が融合した都会のオアシスとなっています。入場料は1人80台湾ドル。今日はね、たまたま無料開放日だったので料金は必要ありませんでした。それにしてもものすごい綺麗で気持ちのいい公園ですね。サイクリングするには本当にいい場所です。はい、琵琶湖にやってきました。日本の琵琶湖とは違って森の中の小さな湖なんですが、とても水がきれいで美しい小さな湖でした。緑水峡にやってまいりました。こちらは台東市の東側に位置し、南北約 1km に広がる広大な太平洋に面した台東海浜公園です。台東市を巡るサイクリングロード3階自転車道にもつながっており、自転車をレンタルして海岸線を走り、雄大な海の景色を堪能できます。はい、お腹が空いたのでね、 Google マップでも評価が良かったこの店、ションシーセンチャオイエンツータンっていうお店にやってきました。ムーローパンと、これは何？米なんとか餅。はい、約こんな感じですね。お餅。なるほど。焼き豚のやつがもち米のに乗せた塊みたいなのをあれのお椀に乗せたパン、ムーローパンいただきます。
体的に臭くない。いただきます。あ、ね、だしね。だしおいしい。はい、台東の街を自転車で一回りしてね、駅に戻ってきました。望遠レンズがないから寄れないですけど、ほら貨物の一番後ろの車両、日本ではもうないんじゃないでしょうかね。車掌車なんかここ見たらさ、あっちにもこっちにもいっぱい転がってる。車掌車があっちにもこっちにも転がってます。すごくね。鹿のルーイエ。ここは台東の駅から普通電車で2駅北に行ったところにある鹿のルーイエという駅です。鹿います。めっちゃ田舎の駅やね。鹿のじゃクレジットカードで支払いはできますか？もう現金。現金だ。これここまで何本かかんねやろ。200杯やったらある。4杯やったら台東の街もそうだったんですけどね、カードがねほとんど使えなくなりました。カオシュンまではねカード全然使えたんですけど、 ATM やマネーエクスチェンジも見当たらないので、こっちの田舎の方に来るときにはちょっと現金を用意しといた方がいいかもしれないですね。今までね台湾で行ったことのあるカオシュンやファーレン、そして台中などもね、特に現金が必要ということはあまりなかったんでね、あんまり現金を持ってきてないんですよね。はい、ホテルに到着しました。龍民ウェンチェン中店6名温泉ホテルですね。気球フェスタの時期ではなかったので宿泊客はかなり少なめでした。そしてね、フロントスタッフの中にはこんなスタッフもおられました。はい、部屋はこんな感じです。そしてここには温泉、
浴槽がついてます。そして山ビュー、こっちは駐車場側ですね。部屋にもね温泉はあるんですけども、最上階の方に大浴場がありました。周りはねもう山ばっかりなのでね、山の中の静かな温泉という感じでしたね。そしてね、このホテルの近くでは毎年夏に行われるバルーンフェスティバルというのがあります。夏場は結構長い期間やってるみたいなんですけどね、僕たちが行ったのはちょっと早すぎました。これ白ゴーヤをどうもジュースにするみたいですね。魚のフライ、なかなか美味しそうです。この辺は麺、わさび、エビですね。ピタパン、ピーナッツの粉、砂糖、サラダ類、そして和食、日式、魚から豆皮寿司で、これいなり、これは何かな。茶碗蒸しでしたね。そして白米、これは肉、謎のスープがいっぱい、なんか植木鉢のような、これは何でしょう。ティラミスだそうです。なんか目出てますよ、ティラミス。ストロベリームース、カステラもありますよ。さて、それでは私もいただくことにしましょう。はい、料理取ってきました。頑張るね。なんかすごいやん。ポテトまで取ってるやん。台湾ピーチョ麺、太麺にいろいろ入れて作ってみました。美味しいかどうか分かりませんが食べてみましょう。
おはようございます。気持ちのいい朝ですね。そして朝ごはんはこんな感じ、ビュッフェスタイルですね。何にしようかな。お卵これなんや。それでは朝ごはんいただきます。はい、チェックアウトしてね、駅にやってきました。昨日降りた鹿の駅ですね。この駅は普通電車しか止まらないので、2駅戻って大東の駅から急行に乗り換えて台北に向かいたいと思います。Trade winds carry fragrances of sweet blooming flowers, dreaming on an old wooden bench through the passing hours. Clackety clack, the train's soft sound echoes from afar. ほら、ボロいのが来た。謎の弁タンに会いつくことができました。よかったです。いただきます。はい、完食でございます。美味しかったです。ちょっとね、肉がね、弁当に盛り付けるのにはどうかなというような大きいサイズだったんでね、かぶりついて食べるのが大変だったけどね、味はなかなか美味しいものでございました。台北カイサーダーファンティエンシーザーパークホテル台北に到着しました。部屋はこんな感じ。シングルベッドルームがシングルベッドが2つと、そしてチェア2つ、そしてデスクがあります。テレビもついてますね。そして冷蔵庫からこうね、そして貴重品、金庫からクローゼットの中にはハンガー、ポットとじゃコーヒー、水がありますね。でトイレははい洗面とトイレとこんな感じ。ちょっと狭い感じですね、お風呂はね。はい、そして窓はどうでしょう。台北の駅が見えるかな。あ、見えますね。台北駅見えます。ごっつ雨降ってますね。地下で来たから全く気づきませんでした。このコンセントどういうこと？このコンセント、こんなとこにコンセント埋め込まれてるんですけど、充電器
させませんがな。どういうこと？ USB1 個しかついてないし。でも大丈夫、ほらちゃんとこれを持ってきてるもんね。これないとコンセント使えないところでした。夕食を食べにやってきました。はい、ここはチンピン茶楼金品茶屋というヤムチャが食べられるとても人気のお店です。ここはね、地下鉄のゾンシャン中山駅の近くにあるお店でとてもおすすめのお店です。メニューはこんな感じでリーズナブルでどれもねとても美味しいです。やってきました、空心菜炒め。これがうまいのよ。うまいな。これで腹いっぱいないですよ。なあ、これがヘチマ入り小籠包。そしてこれが普通の小籠包。熱々豚の角煮。ヘチマ入り小籠包。ヘチマにさ、味しゅんでるよね。普通の小籠包。普通のもあるな。肉しい、このうまい。絶対金太郎ってうまい。あまりにうますぎてビール飲むの忘れてました。これを挟んで食べるらしい。絶対うまいやつ。こんな感じ。肉と、うわ、汁垂れた。洗濯せなあかんです。こんな感じ。顔の追跡やめた。はい、とても美味しい店でした。明日はね、台北近くの山に登ろうと思っています。登山の様子はね、次回の動画にアップしたいと思いますんで、今回はこの辺にしたいと思います。それでは次回の動画をお楽しみに。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるの？と少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。